こんにちは。こんにちは。こんな声もあるよということで始まる地球村チャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。高橋さん、お久しぶりですね。そうですね。久しぶりです。元気でしたか？はい。元気でやってました。よかったです。はい。で、家庭連合が今回5月に祝福式をやるということですね。また小川さんが出てきたんですけども、もういい加減にしてくださいという感じがしますね。そうですね。で今回、立憲民主党の衆院議員、山井衆院議員がですね、こんな発言をしています。合同結婚式までには解散命令請求が出されなければならない。もし遅れたら合同結婚式を経て生まれた子どもたちからなぜ止めてくれなかったのかということになりかねないと、そういうような発言を、しているんですけれども、完全に人権侵害とも言えるような発言かなと。これは全く容認できないなと思います。あれは僕たち2世が生まれてきちゃダメだったってことですかね。そうですよね。そういうことになりますよね。それで、今回はですね、アメリカの、私たちと同じく、家庭連合2世の方をですね、また呼んで第2弾ということですね、やっていきたいと思います。で、彼女、姉妹を呼ぶんですけども、彼女たちの主張を伝えていけたらなと思います。はい。では、行きましょう。はい。バモス。はい。今日はアメリカからですね、2人の友達を呼びまして、いろんな話できたらなと思います。じゃあ、イントロダクションなんですけども、そう私のニックネームはフィリー、フィラデルフィアをフィリーって言って、アメリカ生まれでシカゴっていうところで生まれたんですけれども、4歳までアメリカにいたんですけども、実は幼稚園から小学2年生は日本に行ってたんですよ。日本で学校エデュケーションもらったんですよ。だから今私の話し方を聞いたら結構小学レベルでいやまさか彼女は日本にいなかったでしょうっていう感じのことちょっと恥ずかしいんですけども、そういう感じで俺らと同じぐらい話すけど。そうですよ。いやもうボロが出てますよ。出てますよ言ってね。出てますよ。すみません。そっちもスペイン語ちょっと習いすぎて日本語忘れました。そんな感じですか？それはないです。はい、わかりました。アメリカ来た時はなんか外国人扱いされて、で今でもアメリカの文化とかアメリカ人のようなね大勢の人のところにいるとやっぱりほら私アジア人でオリエンタルだからアメリカ人とは思われない。だけど話した瞬間彼女アメリカ人ってアクセントねだけど日本に行くと私はもう日本人じゃないんですよ。日本の教えとか文化とか習ったのにね2年生までだから内的には私本当日本人だと思ったんですけども、去年日本に行ってやっぱりなんか外国人扱いされたので私そういうなんか中央の場所にいるアジアンアメリカンです。はじめまして。でもお父さんお母さん日本人じゃないですか？そうですね。一応お父さんお母さん日本人です。自分はそれでも日本人じゃなくてアメリカ人っていう意識なんですか？いや生まれが神ではアメリカ人ですけれども日本人って言いたいんですけれども日本人の目から見たら私日本人じゃないのでもう分かりません。今ちょうどこのファミリーフェデレーションとかを通してみんなほらアメリカにいるとねなんかそういう背景の似たような子たちがいるのでもう私たち何って感じのほら2世だしだから教えも違うじゃないですか。なんかこの学校の友達の育ちの教えと私の育ち違うっていうかだからそれもまず違うで考えとかもなんか
私考え方違うんですかみたいな感じのアイデンティティクライシスプラス私はアメリカ人、私は日本人、私誰っていう感じになってる似たような経験してる子が多いので、まあじゃあ、まあ、アメリカ人なのかな、まあ、そういう、まあ、そういう経験、似た経験してる人の場合、アメリカの方が多いので、じゃあ私はアメリカ人かな。はい。じゃああなたアメリカ人です。はい。そうですね。アメリカ人です。まあ今日アメリカ人をエントリーしたからね。じゃあ私アメリカ人です。Hello. I'm currently living in Las Vegas, and I'm a second generation member of Family Federation. I'm not full Japanese. I am half Japanese. My mom is Japanese. My dad is Filipino. But also, I live in America, so that identity crisis is also I relate to a lot. But I also believe I'm American. And yeah, for me, growing up, I think, I always had to, like, my mom spoke to me in Japanese and my dad spoke to me in English, but I lived in a Filipino household. So it's kind of, I guess, also kind of confusing as to who I am as a person in America. But I think I'm grateful to my parents for their different cultures, and even though I can't speak Japanese, I do understand pretty well. So ありがとうございます。日本の、テレビ見てる人たちとかはですね、こういう動画に出てる2世っていうのはこうマインドコントロールされてるっていう、そういう犠牲者なんだっていう言い方をされてですね、家庭連合は、今日本では、詐欺集団みたいな反日カルトみたいな、反社会的っていう言葉はね使われるんですけど、カルトっていう言葉が多分日本人としてあんまり馴染みがないと思うなくて、ただちょっと怪しい団体なのかなっていう認識の人多いと思うんですけど、そこも含めて、今の日本のその状況を知った上で、どうアメリカ人としてはね、どう思うのかなっていうのを聞きたいですね。この間の I think you guys did another recording, right? With like other group of BCs or second gen で、彼らも言ってたようにコルトっていう言葉、今聞くといや私も初めてこのファミリーフェデレーションがコルトっていうアソシエーションがあったっていう話を聞いた時ってなんでみたいな感じに思っちゃいますよね。学校のテキストブックにも一回あったんですよ。コルトこういうものがコルトですみたいな感じで、その時高校2年生だったかなで統一教会ってなってて、なんでだろうと思って面白いなって見てるんですよ、読んでるんですよね。そしてだけど比べるわけじゃないんですけども、one other extreme sense is like people dying for the sect, right? The people dying for the doctrine. それと比べられると、そういうイメージと比べたら、いやコルトって使いづらいっていうか、アメリカの中では私たちそれit's like a joke to us, like よくコルトって言われてたよねって感じ、ジョークでははって感じで笑ってで、じゃあ本格的に話しましょうって感じになるんですよ。なんでそう思ったのとか、どこが勘違いしたのとか、どういうそんな感じかな。一瞬来た印象は。Like nowadays 今の若い人たちとかがファミリーフェデレーションとか聞いて、で本格的に教えとか読むとコルト、I think our reaction as a society is like there's actually a lot of there's so many different groups and weird groups out there that it's hard to cult isn't
yeah, I don't think it's like a word we take seriously as before. Yeah, it has like a less of a, I don't know, what do you, yeah, Lisa, what do you think? Maybe my friends are just like more positive, I don't know. No, I think I relate to when you say that. Yeah, I think now we kind of just use that word as a joke about our movement or about our, yeah, just because like I think the image of like our movement or our church has gotten better in America at least. Because I know before that, yeah, people labeled us as a cult and this weird group and everything. But I think a big reason for that is because we had such a bad public image in the media or like in social media or the newspapers back then. And I think that just caused a lot of confusion among people, but also just like I think misunderstanding as well. And or at least people in America, I think, don't see us as a cult. Yeah, I think in general it's just used as like a derogatory word to call like other religious groups or other like faith groups that don't seem normal or like are different from others. So that's what I would say. Yeah. Like the minority group gets called a cult, right? And then the mainstream religion oftentimes, I mean, I liked what Lisa said about public relations, public image, and like media. And I think that's something Japan is experiencing too, is like media no image とか media no whatever the agenda that the media has, and if they want to create a derogatory image of that institution, especially the minority group, そういう言葉が出てくると思います、コルトとかって。だから反対に言うと、最近アメリカにもI could think of two religions right now that used to be treated badly and persecuted, like Family Federation and even used as a cult. だけど今だけど似たようにパブリックイメージとかそのメディアがちょっとイメージの取り方が悪くてそういう風になっちゃったということで、今は私たち実はそういう宗教のなんかマイノリティのHow do you say anyways, like マイノリティのグループのなんか立場が分かり合える立場にいて、そのおかげでほら宗教とかって結構イメージってさ、宗教同士でなんか喧嘩するようなイメージがあるじゃないですか。私の方が信じてる、合ってる、そうだし、そのせいで、there's a lot of conflict. But because of that common experience we had, we're actually able to overcome our differences and relate with each other and sympathize with each other and actually share good public image practices. だから最初の質問に戻ると、やっぱりコルトっていうのはもう今の世代の子たちが思うと、なんでコルトって言われたのとか、どんなイメージをそのメディアが作ろうとしてたのか、そういうことを考え、そういうもう今はいろんなメディアでいろんな情報出るじゃないですか。だからもうバンバンとただinstead of just receiving it passively, I think we are acquiring a mindset of like, oh, this is what the media wants the society to think, that this group is like a cult or this group is like X, Y, and Z, but why? Would you say, is that a good, am I like exaggerating it or am I undermining? Don't know, Lisa. At least, okay, I'm studying communications. 学校でコミュニケーション、今major, that's the major I'm studying. So I think that's where my attention goes. Like, oh, the media and what they wanted to portray, the right and the left movement, the conservative and the liberals. What do they want to, what do they want to convey? Yeah, I think, no, I agree. I took an English class a year ago, and it was very focused on media and how the media portrays certain groups. And actually, I wrote an essay, and
it was on how the media portrays our church in America or in general. I got a good grade on it, so I'm proud of it. But in my research, I did write about like how, like with the word cult or with how our church was portrayed, like in the media. There's so much like negative portrayal, negative experiences, negative like images or whatever it is, but there's little to no like coverage on the positive impacts that our church has done, or the positive impact it has made on people, or like the good that has come of it, which I know to be true because I've experienced that. So it's like, it's really, like she was saying, like how much the media wants to, like what kind of information do they want to share, or like if they use the information, is it like twisted in a certain way, or like are they like hiding a different kind of information that they don't want to share with the public? You know, I think it's a lot of like, how is information being used, and then that creates like a portrayal or like an image of whatever they're, you know, trying to cover. And in this case is like our church or the Family Federation. So yeah. And negative news sells, like it sells more than positive news. It's statistics, or it shows that.